おいケビン、港の強制フォローと今日のニュースに一体何の関係があるんだ？ああ？いや、多分何もないが。いつまでもボケーっと飛んでるな。さっさとカメラをこっちに向けろ。市民の皆様、我々は現在ヤヌスクの南端に来ております。ご覧ください。ここからは活気に満ちた新エリートの一角がまるっと見渡せますよ。任期満了に伴う市政選挙を間近に控え、今日の市街はいつもより混雑している模様。治安局は24時間体制でパトロールを実施するとのことです。市民の皆様、治安官には協力しましょう。治安官といえば、本日我が局の選挙特番で最初にインタビューする方も治安官の一人ですよ。そう、皆様おなじみ、ビジョンコーポレーションの凶悪犯罪を阻止した英雄ブリンガー長官です。市は今回ヤヌスク総監の座をめぐる最有力候補の一人として。おい、あんたら何者だ？どうやってここに入った？現場は部外者立ち入り禁止だぞ。なんだって？どういうことだケビン、撮影許可取ってないのか？ここ工事現場だったのか？なんか空いてて眺めが良かったから。お前この飲めさあ、おいこら、最後まで言わせろ。市民の皆様、チャンネルはそのままで。ブリンガー長官特定取材のため我々はこいつだ。ビジョンの件の黒幕の一人、サラの協力者で後ろ盾、裏で糸を引いていたのは治安官のブリンガーなのだ。私はただ表舞台に立たされた操り人形に過ぎん。真の悪人は奴らなのだ。頼む、信じてくれ。ようやく着いたわ。どうして市内ってどの車もちんたら走ってんのかしら。郊外の半分もスピード出ないじゃない。単純に制限速度が郊外の半分ってだけだと思うけど。ニコ、あんたひょっとしていつも守ってないの？なんですって？うっかりしてたわ。このところ郊外との行き来ばっかりだったから。でもまあナンバープレートは外しといたし、罰金の通知が来ることはないわね。スピード違反よりひどいことしてるじゃん。やめてよね。交通課の人がうちに来たりしたら嫌だから。安心して。後はつけられてないし、目もつけられてない。ここへ来たのは私一人とこの車だけよ。電話であいつから聞いたでしょ。ビジョンのスキャンダルには黒幕がいるって。この話が本当かどうかで私たちの次の一手が決まるわ。そういうことだから、あんたたちを郊外へ連れてくためにわざわざ私がご足労しちゃったわけ。それならなおさらパールマンを新エリートに連れてくるべきだったんじゃないか？わざわざ僕たちを迎えに来る必要が？当然それも考えたわよ。けど今の期間、外から出入りする車の保安検査なんて市内の比じゃない厳重さだわ。パールマンが言ってることが本当なら間違いなく途中で治安局にしょっぴかれちゃう。こっちは敵のことが分かってるけど、向こうにはまだ私たちのことがバレてない。経験上こういう時はこっそりやるに限るわね。それってつまりフォローを使うってこと？ふふん、大正解。幹線道路を見張ってる治安局はボンプの耳まで武装してるわ。万が一フォローを使う必要が出てきたら信頼できるプロ棋士がいるでしょ。そういう危ない話の時だけ私たちを思い出してくれちゃうんだもんね。マスター、容疑者パールマンの供述が事実なら、旧工事現場のモニュメントに封じられていた未確認個体についても何か知っている可能性があります。マスターの長期な目標にとって助けとなるはずです。それはそうなんだけどね。弱夜に白儀重工、
ビクトリア火星にカリュドーンの子。最近あったことは全部元をたどればビジョンのスキャンダルなんだもん。でしょ、お兄ちゃん。虎の首から鈴を外せるのはそれをつけた人間だけ。分かった。けれど行くのは僕とニコだけだ。リンはうちに残って HDD から遠隔支援を頼む。そうこなくっちゃ。最初から最後まできちんとやり遂げてこそ一流よ。私は市内から出してくれるつてに連絡するから、あんたはちっこいのをちゃんと連れてきなさいよね。あ、そうそう、あんたたちの車で行ってもいいかしら。もしジャトヤの車で捕まっちゃったら免許の申請いよいよ突っぱねられちゃうかもなのよね。ニコって今までずっと無免だったの？新エリートは奇跡の都市であり、ホロー災害の時代にあってただ一つの拠り所となれる場所だ。私がまだ小さい頃、生き残りたちのリーダーが言っていたことです。ホローを避けて荒野を流浪する辛く厳しい日々の中にあって、その言葉は私の希望でした。やがて幸運にも我々はここへたどり着いた。この町は私たちを受け入れ、あの言葉が示していた通りのものを我々に与えてくれたのです。その時、私は決心したのであります。自らの全てを捧げて、この伝説を、奇跡を、皆さんの拠り所を守り抜こうと。これが本選挙戦において私が掲げる展望です。私がヤヌスク総監となった暁には、ビジョンコーポレーションのような人命を軽んじる者たちを永遠の敵とみなすことを誓うものであります。かつて私を導いてくれたリーダーが言ったように、英雄として庶民の、いや、民衆の、人々のために、尺に触る演説だ。自分で書いた原稿でしょ。自分のことをありのままに話すのがそんなに難しいかしら。サラ、何をしに来た？どうしたのかしら。万人の上に立つ総監の地位が目の前にあるのに、ちっとも嬉しそうじゃないわね。皮肉はよせ。本心からの言葉よ。ビジョンという隠れ蓑はもはや役に立たず、モニュメントの中にあったものはハンドの手の中。洗面層の襲撃は失敗し、郊外の愚か者はひなびた土地から権力を奪うことすらままならない。ギャングどもは言うに及ばずだ。サクリファイスのサンプルがなくては計画が進まんのだ。貴様は私にあの六下のうつろ狩りから発言権を取り上げてみせろというのか。それともただ清廉潔白なヤヌスク総監の誕生を見届けたいだけか。計画は目的のための手段であって目的そのものではないわ。シチュエーションに基づいて調整するか、新しい計画を仕立て直すか、信徒としての資質が試されるわね。はっきりさせておこう。私と貴様の位に差はない。頭ごなしに何かを言われる筋合いはないのだぞ。興奮しないでちょうだい。私はただあなたの新しい計画に手を貸してあげたい。これを見て。これを、あの星見家にこんな秘密があるなどと聞いたこともないぞ。信頼できる情報なのか？ホワイトノイズが苦労して手に入れたんだから信頼できるわ。ホワイトノイズ？関ヶ組の件でパイトーンと例のものを奪い合って負けたゴミくずか。やつなんぞ洗面層の足元にも及ばんだろうが。今回はホワイトノイズ本人よ。思い上がった部下じゃなくてね。まあ私にも
情報の真偽を検証するプランがあるんだけど、それにはあなたの助けがいるのよ。清廉潔白なヤヌスク総監の手助けがね。また連絡する。このクソったれな原稿を丸暗記した後でな。好きにしてちょうだい。あなたらしい演説を期待しているわ、ブリンガー次期総監さん。ねえ、そのリーダー、小さいあなたを新エリートに導いた生き残りたちの英雄はその後どうなったの？彼は侵食症状に侵されていた。新エリートに到着する前夜、自分がずっと守ってきた人々の手によって荒野に捨てられた。とにかくだ、私は名義上こそビジョンの CEO だったが、実際にはお飾りに過ぎんかったのだ。会社の長期的な事業計画は皆サラのやつが仕切っとった。例の旧地下鉄改修プロジェクトも含めてな。そしてあの女があれほど危険な橋を渡ることができたのは、治安局のブリンガーが後ろ盾になっていたからなのだ。連中、計画のプロセスには一切私を関与させず、最後の最後であれをしろこれをしろと指示してくるだけだった。挙句に食事すらお前は社食で済ませろだぞ。信じられるか？口だけなら何とでも言える。確かな証拠があるのかい？おお、あるとも。奴らの計画がどんどん過激になっていると感じた私は、その動きに目を光らせていた。何せ名ばかりの CEO とはいえ、対外的な書類のほとんどには私のサインがいるからな。そうして旧地下鉄改修プロジェクトが始まる前に、サラから送られてきた計画書やメールは全てバックアップの名目で印刷しておいたのだ。社員食堂に追いやられるために隙を見てはせっせと。バックアップは全て他の工事の書類に混ぜておいた。それを探し出すことができれば、あの女とブリンガーがつながっている動かぬ証拠とまではいかないかもしれんが、金や情報のやり取りに使っていたアカウントは特定できるかもしれん。もう本当にそんな証拠があるっていうなら確かに説得力あるけど。なるほど。スキャンダルの発覚後、
すぐに工事を落札したのはクレタ率いる白蟻重工だ。なんだ、人より熊より機械が多い会社はお前らの知り合いなのか。それなら話が早いではないか。お前が白蟻と知り合いなら連中に引き継ぎ書類を調べろと言えばいい。私が紛れ込ませた証拠が見つかるだろう。なるほど。腐っても CEO というわけか。リン、僕の方で直ちにクレタたちへ協力を仰いでみる。ニコ、だるまのおっさんが本当のことを言ってるとして、これからどうするの？にゃんとかしてこいつを治安局まで連れてく？でも治安局には悪いやつもいるから。おまけに今は選挙期間中で、新エリートは治安官だらけ。誰が敵でどこで敵と繋がってしまうかを判断することはできないわ。みんな安心しなさい。だるまのおっさんと違ってこのニコは名実ともにジャトヤの CEO なのよ。ちゃんと対策を考えてるっての。刀銃切ってやったことあるかしら。ネズミはウサギに、ウサギはオオカミに、オオカミはトラに、トラはゾウにの順番で食べられるんだけど、一周回ってネズミはゾウを食べられるってやつ。私が言いたいのは、世の中何にでも天敵がいるってことよ。虎の意を借りて狼を食らうのがウサギの知恵。そんで虎を懲らしめたかったらゾウにお出まし願えばいいんだわ。ゾウにお出まし願うと言ってもな、新エリートで治安局と対等に渡り合える組織なんて数えるほどしかない。防衛軍にホワイトスター学会、それからまさかそのまさかよ。私が呼んできたのはね、今の新エリートで一番フレッシュかつ一番大きなゾウさんなんだから。おー、時間ぴったりだな。本日は猪突猛進特別便をご利用くださり誠にありがとうだぜ。ほーら、降りた。うわー、ここが郊外なの？すごいね。お空がくるくる、地面はゆらゆら、空気の匂いでゲーしちゃいそう。それは車酔いですよ、総閣。しばらく私の手を取って休んでいてください。浅場隊員、あなたは大丈夫ですね。飛ばしすぎだって。信じらないな、あのドライバー。あ、やばい。あれどこですか？あれ。おろろろろろろろ。このような特別な日に人目を忍んで郊外まで連れ出すとは、我らをたばかっているのなら容赦しないぞ、ジャトヤのニコ。
当に大丈夫？だるまのおっさん、さっきから泣いたり笑ったり忙しいぞ。また地面に突っ伏して泣いてる。どんな質問されたらあんなリアクションになるわけ？防衛軍の取り調べでも似たようなものが見られるわ。けど道具を使わずに言葉だけであんな風にするなんて、あの執行官たちは天才みたい。いやーもう取り調べは終わったの？早いわね。さすがはゾウだわ。ゾウ？私はキツネだ。そこはどうでもいいのよ。それでどうかしら？嘘じゃなかったでしょ。ビジョンの背後には黒幕がいて、それが何を隠そう、あのブリンガー次期総監なのよ。あなたはブリンガー長官が犯罪に関与していると示唆しましたが、あの証人が司法取引を求めて提供した情報は現時点で他に主犯がいるということのみです。この両者には天と地ほどの開きがあります。あら、専門的なご考説をどうもありがとう、学級委員長さん。でもあんたの意味不明な説明じゃ、これからどうしたいかってのが1ミリも見えてこないわよ。柳の専門的な語彙は私にもよくわからない。だが私は彼女の判断を無条件に信じることにしている。ビジョン事件の背後についてはもっと踏み込んだ調査がいるだろう。ちょっと、あんた今こっそり笑ったでしょ。見えたわよ。勝ったみたいな顔したの。メガネの位置を直しただけですが、何か？どうせあんた学校で一人も友達いなかったでしょ。わかるな。副課長って絶対先生にひいきされてるタイプの委員長だったって。そこまでよ。おっと、こちらのお嬢さんは委員長キャラがタイプで、それは気に障ったよね。私はそれ以上前に進むなと言ったの。12時、9時、6時。あなたたちは明らかに私たちを包囲するように移動してる。そういうの気に入らないわ。何も意図がないなら私の視覚に入るような真似はしないで。へえ、鋭いんだね。ひょっとしてそこのメカチックな彼がホルスターに手をかけてるのも偶然じゃない感じかな。委員長の姉ちゃんがその伸び縮みする絵を離したら俺も手を下ろすさ。どうしちゃったのよみんな。ハンビーの言ってることは本当なの？ちょっとおぶけ狐、あんた何企んじゃってるわけ？先ほど述べたようにビジョン事件の背後についてはもっと踏み込んだ調査がいる。そして我らが連行すべき証人はパールマンだけではない。連行するって僕をかい？ここであなたにお会いすることも我々にとっては想定外でした。独立調査チームの責任者様、いえプロ棋士様とお呼びすべきでしょうか。民間人にしては大したスキルだと思ってたけど、副業で爆発を踏んでたんだとしたらまあ納得だよね。いや、05フォローの方が副業って可能性もあるかな。ちょっと、こいつはビジョンの件とは無関係でしょ？パールマンの供述によると、九段の不祥事には全体を通してあるプロ棋士の関与があったとのことでした。工事を引き継いだ白木重工に起こったことについても我々の調べで同様にプロ棋士の介入が判明しています。さらには治安局の証人護送にまつわる飛行船の件、そして郊外、確か
郊外はこのほど彼らの伝統にまつわる重要な祭事を行ったばかりだそうですね。責任者様が再びこの地を訪れたのは偶然でしょうか。偶然に決まってるでしょ。こいつと私たちジャトヤはそれはもう昔なじみのお得意様同士なのよ。本当に事件とは無関係だわ。安心して、いろいろ調べて大丈夫だったら普通はちゃんと釈放するから。だから尻尾が2つのお姉ちゃん、怖い顔しないで。新エリートは今極めて稀な時期にある。各役職の要たる方々が一堂に会しているのだ。何か起きた暁には都市運営の根幹が揺らぐだろう。もちろん分かってるわよ。だからわざわざあんたを呼んで黒幕探しを手伝ってもらおうとしたんじゃないの。どうして無関係な人間を巻き込まなきゃいけないわけ。お前が我らに見せたのはいかようにも形をとる陰謀の断片。そしてお前の主張する真相とはその可能性の中の1パターンに過ぎない。都市の潜在的脅威は何であれ徹底的に排除する。それがハンドの流儀だ。でもこいつは本当に脅威でも悪人でもないんだってば。邪悪謀反、悪たるを定むるは我らを置いて他になし。たとえこの者が悪でなくとも真相に迫る何かを持つ可能性がある。お前がそれを遠ざけようとするほど私の疑念は確信へと傾く。我ら対フォロー六課の支援が欲しくばこちらに協力することだ。ジャトヤのニコ。考えが変わったわ。今回は私の勘違いだった。だからあんたたちの助けもいらない。なんて言ったら回れ右してくれるかしら。往復分の交通費くらいは持ってあげるわよ。ニコ、私はもはやハンドに入りたての青二歳ではないのだぞ。物の分別がついてない頃のあんたはそりゃあ可愛げがあったわよ。プロ騎士ごめん。私たちじゃ大した時間稼ぎにもならないかもだけど、できるだけ遠くに。銃撃、制圧射撃のリズムだな。包囲するつもりだ。3方向から。ジャトのニコ、まさか資格を用意していたのか。お前が悪党どもに組みしているとはな。そりゃあこっちのセリフよ、お武家狐。あんたが待ち伏せさせたんじゃないわけ。もしかして他にもここを狙ってきたやつが。パイパー、車を出してくれ。今のうちにここを離れるんだ。待て、逃げるな。私が行く。
たわ。ニコの援軍はまだか。囲まれた。やったよ。土ペロしな。スパイバー前。これでも食らえ。僕は一体。どうだ、修復はできたか。誰か聞こえるかね。ニコ、リン、フェアリー、信号は届いているか。やはりダメか。横転の衝撃がインプラントに作用するとは思わなかった。メインの機能が使えないとなると外部との連絡は絶望的だ。そうか。星見さん、そちらの状況はどうだい？他の隊員たちに連絡は取れそうか？応答はない。車で逃走を図ったお前たちに追いつけたのは私一人だ。他の者は未だ襲撃者たちに応戦している最中でフォローには入っていないかもしれない。なるほど。それじゃあ星見さん、僕の手を離してくれないかな。少し汗を拭いたくてね。この手は離さない。私は11台のバイクと4台のジープ、さらに5人の兵士を飛び移ってお前の車両に追いついたのだ。フォローの中でお前を見つけた幸運、次はないだろう。星見家の人間として同じ過ちを見たり繰り返すわけにはいかないのでな。二度と繰り返さないならわかるけれど、大丈夫だ。僕は逃げたりしない。そもそも道がわからないゆえ、キャロットもなしに動き回ったところで迷うだけだからね。ならば座れ。フォローに迷った檻は安全な場所で救助を待てと指南書にあった。私の仲間は必ず救援に来る。ただ待ちさえすればいい。星見さんは本当にそれで十分だと？なんだ、重要な市政選挙の日にフォローへ閉じ込められ、外で危うげな謎が進行していると知りながら微動だにできず、仲間たちが果敢に敵と刃を交えている最中、ただ座ってほうけている状況を良しとするのか。そういうことか。いいな。このままでいいなどとは思っていない。だが他に方法がない。できることといえば、内心焦燥に駆られ火あぶりがごとき苦しみの中で冷静な顔を保つ修行だけだ。そうなのか。聞いてくれ星見さん、ここで手をこまねいていることを良しとしないなら僕の提案を聞いてみる気はないかい？ここは力を合わせよう。確かに僕はプロ棋士としてベテランの域にいる。客観的に見てもスキルやノウハウに不足はない。ただフォローの出口を見つけることには秀でていても、自衛の方は点でダメなんだ。その点星見さんの戦闘力は新エリートでも傑出している。僕を逮捕するならそれでもいいけれど、
まずはここから出ないとお話にならない。そうだろ？先ほど何やら重要な機能が使えないとこぼしていたのはお前自身だろう。それでアナイが務まるのか？うん。星見さんは迷路のアルゴリズムを知っているかい？フォローの超常的な危険は枚挙にいとまがないけれど、人を迷わせるという特性だけ見ればその実ただの迷路と変わらないんだ。迷路の歩き方や出口の導き出し方というのは旧文明の頃から体系的に研究されてきた数学の一分野なんだ。迷路に関する基本的なデータさえあればそれ自体の複雑さは大して問題にならないのさ。基本的なデータ、それがフォローの観測データだと？ご名答。調査協会の調査員たちがフォローで一番よく行う作業は観測データを収集する装置の設置か、もう設置済みの装置から最新のデータを回収することなんだ。そういうデータこそがフォロー探索の基礎、キャロット作りの原料というわけだ。お前たちプロ棋士は皆そうしたデータを見ればフォローの出口を探り当てることができるのか？少なくとも訓練を受けたプロ棋士なら基本中の基本だ。もっとも今ではおざなりにするプロ棋士も増えてきて、キャロットや高性能コンピューター頼みというのも珍しくない。とにかくここから出る方法はあるということだ。星見さんはデータスタンドを探す手伝いをしてくれるだけでいい。後のことは僕に任せてくれ。承知した。ここは一時休戦とし手を結ぶとしよう。賢明な判断だ。そういうことならもう僕の手を掴んでいる必要はないだろう。本当に汗を拭いたいんだ。したたかに打ったところがかなり痛むな。生身でフォローを探索するのはやはり気分のいいものではないな。戦闘は任せろ。お前は自分の歩調で進めばいい。お前からだ。前方にデータスタンドがある。中のデータを取得すれば進むべきルートを確定できる。よし、近くのフォローデータを無事取得できた。けれど撤退ルートを計算するのに十分とは言えないな。もっとたくさんデータを見つけないと。星見さんのおかげで道中は何事もなかった。けど妙だな。この辺りのエーテルの活性がますます高くなっているような。プロ棋士、お前の直感は正しいかもしれない。星見さん、どうかしたかい？あの仕掛けをどうにかすれば扉が開くはずだ。僕に任せてくれ。
前方に敵だ。私がやる。お前は隠れている。はっだせいせいやはっはっだやたへっはっだはへっせいだやへっだせいやたはっはっはっせいはっはっだだたさ前方データスタンドがある。すべきことけれどデータの収集には少し時間がかかる。分かった。お前はデータの処理に集中しろ。他のことは私に任せるといい。星見さん、エーテルサージに注意するんだ。へっだせいへっやったやっ暖流パネルを開けた。これの下は安全だ。ださやさだ受けて立つちれだよし、制御権を手に入れた。エーテルサージを止めよう。よくやった。これで思う存分本領を発揮できる。はっちれすいだへっお見事。出口はおおよそ方向はつかめた。最寄りはなんだこれは。無備が抗ってこれは星見さん、星見、みやびさん、どうすればいい？鞘で封じられるか、みやびさん。待っている。あと少し。やったか。5本。星見さん、調子はどうだい？その質問をするのはもう3度目だな。なんだ？ああ、すまない。映画にしか出てこないような経験をしたものだから。あの奇妙な炎の旋風は、到底人体に無害なようには見えなかったし。大事ない。心配は無用だ。ただ、星見さん、毛先が燃えてチリチリになってしまっているけれど。星見家は、代々くせっ気なのだ。私の心配は無用だと言っている。この程度、気にならない修羅場をいくつもくぐってきた。星見さん、まずい。刀から火花が出ている。何？ごめんよ、嘘だ。明らかに動揺していたようだね。笑えないな。これは至って正常な反応だ。わかったよ。僕はただ、星見さん、体からキツネ火が出ている。どこだ？ごめんよ、今のも嘘だ。
これだけ立て続けに騙されるようでは、やはりさっきから内心穏やかじゃないんだろう。貴様、私を幾度も愚弄してどういうつもりだ。誤解だ。僕はただ君の助けになりたいと。他意はない。星見家の人間は同じ間違いを三度犯さないと言ったね。星見さん、さっきので3度目だ。これは事態が深刻だという証左だろ。先ほど刀が制御を失った時、お前は何の備えもなしに狐火の中へと飛び込んだな。なぜだ。出口の方向が算出できたのなら、私を置いて脱出することもできたはずだ。その手が後ろに回る憂いともそれきりだったというのに。僕が星見さんのプロ棋士だからだ。たとえ一時的な協力関係に過ぎないとしても、君を連れて脱出すると約束した以上は必ず連れ出してみせる。これは星見の家に代々伝わる家宝だ。歴代の当主に従い完全懲悪を成してきた。父上が鞘をあつらえてくださってからこの方異常が起きたことはなかった。05フォローの核心エリアに深く踏み入った時でさえ暴走することなどなかったのだ。故にあれが起きた理由は見当もつかない。おそらくは外的な要因だろう。父上であれば何か知っているかもしれないが、フォローを離れねば尋ねることもできまい。それに今日父上は市長と会っているはずだ。大方今頃は自分のグラスに継がれたワインをジュースとすり替えるのに忙しいだろう。どのみちダメだね。その刀少し見せてもらっていいだろうか。なんだ、お前はプロ棋士であるだけでなく刀匠の心得もあると。そういうわけではないけれど、その鞘知能化されているだろう。君さえよければ僕の方で調べてもいい。僕の両目に入っているインプラントはある程度なら電子機器にアクセスができるんだ。メインの機能は依然としてダメだけどね。その鞘に手がかりがあるかもしれないだろ。鞘だけなら触れることを許そう。この刀の知能データ構造、どこか見覚えがある。なんというか、まるでフォロー観測データが作る迷路のようだ。鞘の中に何かを閉じ込める必要があったと。修復の見込みはあるか。データスタンドの演算パワーをもう一度借りる必要がある。次の地点へは近道がある。先に進もう。防衛機構、これも敵の仕業か。シャットダウンしてみよう。ああ、気をつけろ。おかしいな。防衛機構はまだ作動している。
A と B のサブ制御ユニットが機能していない。探さないと。星見さん、中に制御端末が2つあるはずなんだ。探してもらえるかい？ああ、探してみよう。や、用心しろ。さ、はっ、へっ、は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 っ、さ、はっ、せ、敵が近づいてきた。星見さん、注意するんだ。星見さん、あなたの刀のことで推測がある。言ってみろ。内部のデータ構造が迷路のアルゴリズムに似ているなら、フォローの観測データを応用して最適化できるかもしれない。とにかくまずは残りのデータスタンドを見つけよう。これが探していた装置か。サブ制御ユニット A は完了だ。残りはあと一つ。この近くにあるはずだ。はっ、はっ、制御の権限を取得。仕掛けを停止させられる。はっ、プロ騎士、先ほど言った方法なら私の刀を直せるか？直すとまではいかないかな。応急処置といったところだ。データスタンドの情報を利用して鞘のシステムを調整してみる。次のデータスタンドを見つけたら試そう。分かった。最終目標とも矛盾はしない。礼を言う。最後のデータスタンドはこの付近のはずだ。それさえ見つかれば星見さんの刀を調整できる。お前を信じるぞ、プロ騎士。またしても面倒な奴が追ってきた。案ずるな。私がいる。はっ、せっ、へったった、せいったへっ。最後のデータスタンドはきっとこの扉の向こうだ。ああ。そいつで鞘を調整したら脱出経路を探そう。大丈夫だ、星見さん。最善を尽くす。よし、開いた。お前が頼みだ。警報が鳴るとは。急ぐぞ。刀を受け取れ。敵の襲撃に気をつけろ。これでうまくいくはずだ。星見さん、刀を。礼を言う。敵は私に任せ、お前は早く隠れろ。はっ、せい、せっ、はっ、へっ、はっ、はっ、た、せい、せい、はっ、た、た、はっ、せい、た、へっ、た、はっ、はっ、せい、や、さ、はっ、ちれ、へっ、はっ、へっ、やっ、せい。出てきていいぞ、プロ騎士。刀が言うことを聞くようになった。プロ騎士。どうした、プロ騎士。
うおー、店長が目を開けたぜ。ようやくのお目覚めね。死ぬほど疲れたわ。アンビ、委員長、あんたたちは平気？私は平気。猫又、そこのケースに水が入ってるから持ってきて。お兄ちゃん、やっと目が覚めたんだね。気分はどう？目はまだ痛む？体の他の場所は平気？おや、目のメイン機能が回復している。まだ頭痛とめまいがするけれど、それとなぜかみぞおちが痛くて頬と口の周りがヒリヒリする。僕はフォローから出られたのか？夢ではなく。夢なんかじゃないわ。あんたはもうとっくにフォローの外よ。もしこれで意識がはっきりしなかったら、あんたの片割れが私をフォローに蹴り込んでたわね。おかえりなさい、マスター。私がイアスを通してあなた様の眼部知能インプラントを調整しました。対フォロー6課責任者星見みやびがあなたをフォローから連れ出したのは約30分前のことです。その時点で検査した結果、あなた様は致死量寸前のエーテルエネルギーに暴露しており、部分的な侵食症状を発症していました。フォロー離脱後も拒絶反応が進行して合併症を引き起こし、深刻な心肺停止状態に陥る可能性があったため、ジャトヤと対フォロー6課により専門的な蘇生措置が試みられ、その辺でいいってば。とにかく命の危機だったから緊急でやることやっただけよ。以上。戻ったらすぐ病院に行ってちゃんとした侵食治療を受けなさいよね。ニコ、ロッカーの人たちと仲直りしたみたいだね。そういえば星見さんは、あの人は無事だっただろうか？私に心配は無用だ。今度こそね。さすがですね、課長。侵食でぶっ倒れた人を抱えて大立ち回り。それで自分には侵食のしの字もないんですから。浅場隊員、捕虜から自白は引き出せましたか？吐くには吐きましたけど、大した情報は。唯一裏付きが取れたのは、僕らの推測が正しかったってことくらいですかね。待ってくれ。何の話だい？全然ついていけていないんだ。私が説明するわ。あんたの車がフォローに落ちた後、重武装の傭兵集団に囲まれてそっちに対処せざるを得なかったの。そしたらドンパチやってる最中にロッカの3人が現れたってわけ。悪い傭兵たちは私たちを追いかけてて、私たちはボスを追いかけてたの。ボスはフォローにどうしちゃったけど、ちょうどジャトヤのお姉さんたちが包囲されてたんだよ。ええ、とにかく切羽詰まってたから、その場は共闘して傭兵どもを撃退したわ。私たちはあんたを探す準備を始めたけど、ちょうどそこへロッカーにお武家狐から通信があったのよね。あんたが一緒にいてめちゃくちゃヤバい状態だって。私たちが慌てて駆けつけた頃には、あんたは地面に倒れてピクリともしてなかったわ。その時のお武家狐と言ったらもう。それは言わなくていい。あら、柄にもなく恥ずかしがっちゃってるわけ？もし喋ったら、お前が行っていた蘇生処置について何もかもこの場で話す。わかったわよ。とにかく私たちは大急ぎであんたを助けて今に至るって感じね。それとお武家狐曰く、あんたの逮捕は保留らしいわ。事情がちゃんとはっきりするまでは引き続き共同戦線ってことでいいみたい。待った。それならさっき
捕虜がどうのと言っていたのは何の話だい？私たち喧嘩をふっかけてきた奴らから情報を引き出さないといけないのよ。なんたってイジョンコーポレーションの一件の重要参考人であり、司法取引を求めていた証人のパールマンですが、彼はあなたと同じ車に乗っていました。車が破壊され、あなたがフォローに転落した一方で、彼は我々を襲撃した一団によって連れ去られたのです。